最初の問題はこちらです。はい。EC サイトを運営する企業がシステム停止から3時間以内にサービスを再開するという目標を掲げています。ある日10時にシステムがダウンしました。復旧作業の内訳が以下の通りである場合、この企業の目標 RTO は達成されますかという問題ですね。はい。作業の内訳を見ていきましょう。1、原因究明と復旧方針の決定に45分かかりました。2、代替サーバーの起動と設定に60分かかりました。そして、バックアップデータの流し込みに90分かかりました。この場合、この企業の目標 RTO を達成していますか、していませんかという問題です。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。では答え見てみましょう。答えはこちらです。はい。達成されないが正解ですね。はい。どうして達成されないのか解説していきます。今回は EC サイトのトラブル対応を例に RTO についてですね、どうかという問題でしたね。RTO はリカバリータイムオブジェクトの略ですね。日本語では目標復旧時間と言ったりもするそうです。これはシンプルにシステムが壊れてからいつまでに復旧させるのかっていう目標ですよね。まず前提条件を確認すると、ある日の10時にシステムがダウンしてしまいましたと。で、その時に企業の目標はシステム停止から3時間以内にサービスを開始することとなっていたので、つまり RTO は3時間180分ですね、に設定されているということになります。じゃあ実際にかかった時間ってどれぐらいだったのっていうところをタイムラインに合わせて見ていくと、まず原因究明に45分ですね。で、代替サーバーの起動と設定に60分。で、バックアップデータの流し込みに90分かかりましたということで、これらを合計するとどうなるか。はい、195分になりましたと。で、これを時間換算すると3時間15分になるので、目標としていた3時間をオーバーしてしまっているので、目標は達成できていませんということになりますよね。はい。このように RT を達成させるためには、各プロセスの時間を正確に見積もって180分以内に収まるような施策っていうのを打っていく必要がありますけれども、今回はできていませんでしたということになってますね。この後はじゃあどうすれば RT を達成できると思いますかみたいなところでですね、話が深まっていくんですけど、今回はそこまでしません。一旦、この例の場合は RT を達成できませんでしたよねということで、RTO のイメージがきっと皆さんついたんじゃないかなというふうに思います。じゃあもう一問ちょっと練習問題しましょう。はい。次は RPO の問題ですね。見ていきましょう。ある金融システムでは RPO を最大15分と定めています。この目標を確実に達成するためには、最低でも何分間隔でデータのバックアップ、または同期を行う必要がありますかという問題です。では答え見ていきましょう。答えはこちら。はい。最低でも15分間隔でバックアップまたは同期を行う必要がありますね。はい。見ていきましょう。RPO についての解説です。RPO はリカバリーポイントオブジェクティブの略ですね。日本語では目標復旧時点と言います。はい。簡単に言うと、障害発生したところから過去に遡って、どこまでのデータを復旧させますかっていう目標値のことですね。で、今回は15分間隔が正解だったんですけれども、どうして15分間隔になるのかっていうのは、こちらのシミュレーションを見ていただきましょう。0分にバックアップして、次のバックアップが15分だとします。で、次のバックアップが30分ですよね。その前に15分でバックアップを取得した後に、例えば障害が起きたとします。今回の場合だと29分に障害が発生したというふうな例になってますね。こうなってしまうと、どうなるかっていうと、この15分でバックアップ取って、29分で障害が発生した。ここはバックアップが取れてないので、ここのデータが消えてしまうことになります。なので、ここのデータは失われてしまうんですけれども、ここは15分から29分の間なので、
時間で言うと14分ですよね。なので、最大、今回は15分っていうふうに RPO を定めているので、ここであれば、なんとか許容できるよということになりますよね。はい。なので、最低でも、15分間隔でバックアップを取らないと、RPO の15分って満たすことができませんよねというところが皆さんに伝わればいいかなと思います。じゃあ試しに30分間隔でやったらどうなるかっていうと、30分でやってしまって、運悪く29分で障害が発生してしまった場合は、29分間のデータが消えてしまうので、損失を15分以内に抑えるっていう RPO を守れていないことになるので、しっかり15分間隔ですね。でやらなければいけませんよということになっています。はい。まとめますと、RPO っていうのは、許容できるデータの損失の時間ということもできますね。はい。で、バックアップ間隔に関しては、定めた RPO 以下の間隔にする必要があるというところをしっかり覚えておかれるといいかなと思います。はい。では、ここで先ほど勉強したちょっと紛らわしい RPO と RTO の違いを整理しておきたいと思います。まず RPO からいきましょうか。はい。リカバリー、ポイント、オブジェクティブの RPO ですね。ポイントは、これ2つ何が違うかというと、P か T の違いですよね。で、RPO の P はポイント、つまり時点ですね。その時の時点です。私は子供の頃ゲーム好きだったので、セーブポイントの P って覚えてるんですけど、セーブをするポイントですね。で、セーブしておけば、その時点から、その時点までのデータは取っているので、セーブポイントから、先のデータは損失してしまうかもしれないけど、そこまではしっかり取れてますよっていうイメージを持っておかれるといいかなと思います。IT 試験っぽく言うと、障害発生から、過去に遡って、どの時点までのデータを復旧させられるかっていう目標が RPO ですね。セーブポイントのイメージを取ってもらえればいいかなと思います。で、次に右側ですね。RTO です。目標復旧時間ですね。はい。T はタイムの頭文字ですよね。障害が発生してから、復旧するまでのかかっていい時間の目標値が RTO です。フローを見ていただくと図の中央にあるように障害発生して検知して復旧作業してサービス再開と、こんな流れがありますけれども、いつまでに復旧させますかっていう目標が RTO ですね。時間の目標です。RPO の P はセーブポイントの P。RTO の T はタイム。復旧時間の T と覚えていただければイメージしやすくなるかなと思います。実際の問題はこちらですね。令和4年度春試験の問い55です。あるシステムにおけるデータ復旧の要件が次の通りであるとき、データのバックアップは最長で何時間ごとに取得する必要がありますか？要件というのは RTO が3時間、RPO が12時間前となっております。あ、い、う、え。皆さんどれが正解だと思いますか？では答え見てみましょう。答えはこちらです。はい。12で大正解ですね。解説します。はい。この問題の条件を確認すると、まずは RTO が3時間ですね。で、RPO が12時間というふうになっていたんですけど、今回ちょっと引っ掛け要素ありましたよね。問われているのは、バックアップの間隔なので、つまり RPO だけ見ればよかったんですよね。RTO もこれ出ていたんですけど、RTO って障害が発生してからいつまでに復旧させますよという時間なので、このバックアップに関しては何も関係してこないですよね。はい。なので RPO だけ見ていただいて、12時間と答えていただければ OK ですよということになっております。皆さん、問題大丈夫そうですかね？こんな応用情報ってこういったところがちょっと癖があると言いますか、逆に言うとこういうのが面白みであったりするんですけど、関係ない情報を入れてきたりっていうところがよくあるので、そういったところに惑わされないようにですね、しっかり正しい選択肢を選んでいただければなというふうに思います。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、
YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。